皆さん、さやかです。私たちは以前にもこのチャンネルにディズニーワールドで使える裏技や秘訣についてシェアしたビデオを載せてきたんですけど、前回に引き続き今日のマークサイロストインワールドでもディズニーワールドで使える裏技や秘訣について紹介していきたいと思います。それでは行きましょう。Welcome back to Max I Lost in World! 今日のビデオはディズニーワールドで使える裏技や秘訣についてですが、さっきも言ったように私たちは以前にも似たようなビデオをチャンネルに載せているので、ディズニーワールドに行く予定の方は準備バッチリで行けるように、まだ見てない方は前のビデオもぜひ見てきてください。それでは早速本題に入っていきましょう。そしてまず最初に紹介する裏技は、1つ以上交通手段があるホテルに宿泊することです。ディズニーワールドにはバス、モノレール、スカイライナー、フェリーボートなどたくさんの交通機関が通っています。そしてディズニーワールドのリゾートに宿泊している場合、リゾートからそれぞれのパークに交通機関が運行していますが、いくつの種類の交通機関が通っているかっていうのはリゾートによります。パークへの移動手段がバスしかないリゾートもあるし、いくつかの交通手段があるリゾートもあります。そしてディズニートランスポーテーションを使って移動する場合は、移動手段のオプションがたくさんあった方がいいです。バスもいい交通手段なんですけど、特に開園閉園時間あたりはとっても混雑するので、最初に来たバスに乗れなくてパークへの到着が遅くなっちゃったりとか、帰りの際はリゾートへの到着が遅くなっちゃったりとかっていうこともあります。そこで移動手段がバス以外にも他にもあるリゾートに泊まると、どうやってリゾートとパーク間を行き帰りするかのオプションが広がるので、より移動が便利になります。これは別に移動手段がバスしかないリゾートはやめておいた方がいいっていうわけではないんですけど、バスがあれだけいいと思うので、だけどもしバスしか移動手段がないホテルとバスの他にも移動手段があるホテル、どっちに泊まるか迷ってるんだったら、移動手段のことも含めて考えたらいいと思います。そしてもし皆さんが移動手段がバスしかないリゾートやディズニーワールド敷地外のホテルに滞在してるんだったら、パークとホテルを素早く行き来するためにライドシェアを使うっていう方法もあります。なのでもし皆さんのリゾートからパークへ行くバスがとっても混雑している場合は、ライドシェアを使うことも考えてみてください。そして次の裏技は、早めにハロウィンやホリデーをお祝いすることです。ディズニーワールドでのスペシャルイベントのお祝いは数日間や数週間だけではないです。スペシャルイベントのためのデコレーションはイベント当日の数ヶ月前に飾られ始め、ハロウィンパーティーやクリスマスパーティーなどのスペシャルイベントもイベント当日の数ヶ月前に始まります。なのでよりたくさんの人がディズニーワールドでのスペシャルイベントを体験できるようになっています。ハロウィンやクリスマスなどのイベントの当日あたりはたくさんの人がディズニーワールドに来るので、この時期はチケット代もホテル代も高くなっています。なのでこれらの時期にディズニーワールドに行くのは高いし、これらの時期にディズニーワールドに来るとパークはとっても混雑しています。しかし幸いなことに、ディズニーワールドでこれらのイベントのお祝いを体験するには何もかもが高くて、パークがすごい混雑している時期に来ないといけないわけではないです。毎年ハロウィンのお祝いは8月に始まり、クリスマスのお祝いは11月に始まります。そしてイベント当日の 1,2 ヶ月前にディズニーワールドに行っても、イベント当日、そのハロウィンの日、クリスマスの日にディズニーワールドに行く人と同じ体験ができます。なので絶対にハロウィンの日にディズニーワールドに行きたい、絶対にクリスマスの日にディズニーワールドに行きたいっていうような強いこだわりがないんだったら、費用を抑えて人混みを避けるために少し早めのお祝いをするといいと思います。そして次にサイドを変更する、またはメニューを調節してもらう。ディズニーワールドのレストランではサーバーの方にソースや具材を抜いてもらったり、皆さんのサイドをメニューに載っているのとは違うサイドに交換してもらったりすることが可能です。メニューを調節してもらいたい場合、例えばチーズバーガーポットの中に入っているみじん切りされた玉ねぎを抜いてくださいとかはちょっと多分無理だとは思いますが、例えばハンバーガーの中にトッピングとして乗っているトマトを抜いてくださいとか、そういうのはできます。そしてさらに、もし皆さんのオーダーについてくるサイドとは違うサイドが欲しい場合、その皆さんの欲しいサイドが他の料理にサイドとして提供されている場合、そのサイドに、その欲しいサイドに交換することができます。ちょっと説明させてください。例えば皆さんがそのステーキが欲しいとしますね。そしてそのステーキについてくるサイドがベイクドポテトです。だけども皆さんはベイクドポテトの代わりにマッカンのチーズが欲しいです。そしてその同じレストランで例えばポークチョップのサイドがマッカンのチーズだった場合、皆さんの
サイドをベイクドポテトからマッカーチーズに交換することができますちょっとこれはややこしいかもしれませんが、その同じレストランで皆さんが頼みたいサイド、交換したいサイドがその皆さんの頼みたいメインコースと別のメインコースにサイドとしてついてくる場合、そのサイドに交換することができるというわけです。さっきの例えで言うと、そのマッカーチーズが欲しくてもレストランで提供されているメニューのどの料理にもマッカーチーズがサイドとして提供されていなかったら、サイドをマッカーチーズに変更することはできませんが、マッカーチーズがその他の料理にサイドとしてついてくる場合、皆さんのサイド、ベイクドポテトだったらそのベイクドポテトをマッカーチーズに変更するということができます。これはちょっとややこしかったですが、この裏技の中でもさらにクイックサービスレストランでお金を少し節約できる裏技があって、クイックサービスレストランでサイドを抜くと数ドル安くなります。これは例えばハンバーガーについているフライドポテトを抜いたら数ドル安くなるといった感じです。これについては正確に何を省くといくら引かれるのかっていうことまではちょっとわからないんですけど、どうせ食べないんだったらサイドを抜くと少し節約になります。そして次に、全部のレストランにアレルギーフレンドリーオプションがあることを知っておく。もし皆さんがディズニーワールドに行く予定でアレルギーがあったりお食事に制限があったりしても心配しないでください。ディズニーワールドの全てのレストランにはアレルギーフレンドリーのメニューがあります。これらのメニューにはどの料理が特定のアレルゲンを含んでいないかっていうのを表示されています。例えばこの料理はグルテンフリーです、この料理はエッグフリーですっていうようなことがこのアレルギーフレンドリーのメニューには書かれてあるので、どの料理が皆さんにとって安心して食べられるかっていうのが分かります。これに加えてベジタリアンやビーガンの方のためにプラントベースの料理も提供されています。ディズニーワールドにはアレルギーフレンドリーのオプションが結構たくさんあるので、もしアレルギーを持っていてもあまり心配はしなくていいと思いますが、もし複数のアレルギーを持っていたりとか特定の食事のニーズがあれば事前にディズニーワールドにお問い合わせをすることをお勧めします。そして次にキッズメニューから頼む。これは食べ過ぎを避けてさらに節約できる裏技になっています。ディズニーワールドのいくつかのロケーションでは大人もキッズメニューから頼むことができます。なので大人用のメニューに食べたいものがなかったり、あまりたくさんの量を食べたくない場合はキッズメニューに載っているものを頼んでみてください。しかしこの裏技を使って節約できるのはクイックサービスレストランとファストフードレストランのみです。クイックサービスレストランやファストフードレストランでは誰でもキッズメニューから頼むことができます。そしてこれらの場所のキッズメニューは大人用メニューより量が少なめで値段も安めになっています。なので、小食の方や後でまた他にたくさんスナックを食べたりいろんなものを食べたいんだったら、キッズメニューから頼むのはいい節約方法になっています。どうせ食べきらないって思うんだったら、食べ物を無駄にするよりもキッズメニューから頼んでちょっとお金を節約した方がいいです。しかしですね、テーブルサービスのレストランではこれは少し違ってきます。テーブルサービスのレストランでもキッズメニューを頼むことはできますが、その場合大人用の量のキッズメニューの料理が提供されて、大人用の量の値段も請求されます。なのでテーブルサービスのレストランでキッズメニューを頼んでも少ない量の料理が提供されるわけではないし、値段も安くなるわけではありません。キッズメニューから頼んで節約できるのはクイックサービスのレストランとファストフードのレストランのみです。テーブルサービスレストランのキッズメニューは9歳以下の子供に向けたメニューになっています。なのでもし大人用のメニューに食べたいものがなくてキッズメニューの料理を食べたいならキッズメニューから頼むことはできますが、それによって少なめの量をもらったり節約できるわけではないです。なのでこの裏技はクイックサービスのレストランやファストフードのレストランで使うことをお勧めします。そして次にパークでリラックスできる場所を見つける。ディズニーワールドで人混みの中を歩き回ったり何十分もアトラクションを待ったりするのは疲れます。そしてパークに一日中いるなら途中で休憩が必要になります。遊びたい気持ちも分かりますが、疲れ切って何もできなくなる前に一日を通していくつか休憩を入れてください。そこでラウンジやバーなど休憩をするための涼しくて静かな場所を知っておくことが大事になってきます。旅行前に休憩したい時にどこに行くべきか知っておくと、そのパークで休憩が必要になった時にすぐにそこに行くことができます。皆さん疲れてる時はもうリサーチをしたりとかもしたくないと思うんですね。なので前もって休憩できる場所をいくつか用意しておくといいと思います。
そしてもし子連れでディズニーワールドに行って皆さんは疲れてるけど子供たちはまだまだ遊びたいっていう場合は、その座る場所があるプレイエリアや水遊び場などを探してください。そしてこれらの遊び場の中でも一番おすすめなのがマジックキングダムにあるダンボの列です。ここはエアコンの効いたプレイエリアで大人のためのベンチもあるので、子供たちが遊んでいる間大人は座ってゆっくりできます。ここはさっきも言ったようにダンボの列ですが、このプレイエリアに行くためにアトラクションに乗らないといけないというわけではありません。このダンボの列に入ってキャストメンバーの方にプレイエリアに行きたいことを伝えると入ることができます。またエプコットの She's with Nemo and Friends も子供たちを遊ばせる間少し休憩したい時に最適な場所です。ここには巨大な水族館があり広いスペースになっているので、ここに連れて行けば少しの間自分たちで遊んでくれると思うので少しゆっくりできると思います。そして次に閉園までパークにいる。子供を9時までに寝かせないといけないみたいな制限がないんだったら最後までパークにいることをお勧めします。パーク閉園時間につれて人混みはだんだん少なくなりアトラクションの列は短くなります。そして閉園時間前にアトラクションの列に入りさえすればその列がどれだけ長かろうとアトラクションに乗ることができます。私たちは前アニマルキングダムに行った時にこの裏技を使ってパークで一番人気のアバターフライトオブパッセージに閉園前に並びに行って最後にもう一回乗ることができました。そしてハリウッドスタジオでは閉園前の数時間でライズ・オブ・ザ・レジスタンス、ミッキー&ミニー・ランナウェイ・レールウェイ、そしてタワー・オブ・テラーに全部2回目に乗ることができました。なのでもしパークでナイトタイムショーがやっていなかったりとかナイトタイムショーを見なくてもいいんだったら閉園前はいくつかのアトラクションをノックダウンするのに有効活用できる時間になっています。そしてナイトタイムショーがあるパークではショーが終わった後パークはもう閉園していても人混みを分散させるためにそのパークの入り口出口近くの大きなお店はだいたい開いています。なのでこの時間を使って最後のショッピングをすることができます。このようにパークの閉園までの数時間では結構いろんなことを達成できるので、できるんだったら最後までパークにいて時間を有効活用してください。そして次に移動時間は多めに考えておく。皆さんディズニーワールドは巨大です。そしてポイント A からポイント B まで移動するのに思っているより時間がかかります。なのでディズニーワールド内を移動するときは移動に十分な時間をとっておいてください。ディズニーはディズニーワールド内での移動には少なくとも90分とっておくことを勧めています。短い時間でできる移動だと思ってたらディズニートランスポーテーションが遅延してしまったり乗るまでに長い列ができていて思ってたより時間がかかってしまったということは結構起こります。なので移動時間は多めにプランしておいてください。そしてもしレストランの予約とかがあってその予約に遅れそうなんだったらライドシェアを使うことをお勧めします。ライドシェアはほぼ 100% の場合ディズニートランスポーテーションより早く目的地に着くことができます。そして次にディズニースプリングスに行く。ディズニースプリングスはレストランに行くだけでも行く価値はありますがレストランの他にもたくさんのショップやエンターテインメントがあります。おなじみがない方のために少し説明するとディズニースプリングスは巨大な屋外ショッピングモールみたいなところです。パークにいるのに疲れてきたらディズニースプリングスでゆっくりするのもいいしショッピングするためのお店もたくさんあります。そしてもちろんディズニースプリングスで知られているのはレストランです。森本エイシア、ワインバージョージ、ホームカミング、チキン街などディズニーワールド全体でベストと言われているレストランのいくつかはディズニースプリングスにあります。ディズニースプリングスはもう本当に巨大なので一日中ここで過ごすことができますが一日中ここで過ごす時間がなくても少なくとも数時間時間をとってぜひ来てみてください。そしてもし来たらギディオンズベイクハウスには忘れずに行ってください。ここのクッキーは最高ですそれでは以上が今日紹介するディズニーワールドで使える裏技や秘訣になっています。もしこのビデオを少しでも楽しんだらぜひいいねボタンを押してくれるととっても嬉しいです。そしてコメントでどの秘訣や裏技が一番役に立ったか教えてください。そしてこれらの他にもまだまだたくさんの裏技や秘訣を今後紹介していきたいと思っているのでまだマークサやロストインワールドにチャンネル登録をしていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。Make today magical! Bye!